今日はこれからこれに5ミリと6ミリを塗っていこうかなと思っています。やっていきましょう。まずこれフェルトに貼り付けてあるだけです。みかんさん、最初針をブスって入れるんですけど、その時の注意、今から縫うのはビーズの真ん中なんですね。なのでみかんの際から針を入れてしまうと、ビーズがこう斜めから始まることになってしまうんですね。ここから針が通る。でも本当はまっすぐしたいわけですよ。だから最初の人差しはここです。ビーズの真ん中。もう一つ注意があります。この後こういう風にね、ビーズ一周したら下地を切っていくわけなんですけど、真ん中に玉留めが来るじゃないですか。あんまりこう内側に切っちゃうと玉留めを切っちゃう可能性がある。なので私は一回際に通します。ギリギリ外側をハサミで切っても玉留めが切れないように。そしてもう一回際で戻します。これで玉留めはこのパーツの一番内側に入りますよね。ハサミで切った時切れづらいところに来ました。そこからのビーズの真ん中に刺してあげる。ビーズの真ん中に来るであろう。そしたらビーズを通します。だいたい真ん中に来ましたよ。そしたら今ここから刺してビーズ1個分先のところ、気持ち遠めのところ、本当は1個分でいいんですよ。1個分でいいんだけど、気持ち遠めにすると綺麗になります。はい、これで通りました。でもう一回出して次塗ろうかなって思うんですけど、それだとまっすぐ綺麗にならなかったり強度も落ちてしまうので、一回刺したらまた元のところに戻ってもう一回刺します。はい、もう一回刺しました。そしてからもう一個、これの繰り返しです。もう一回やりますね。はい、ビーズの気持ち1個分プラス気持ちのところに刺して、そしてこのねビーズの真ん中のあたりを刺してます。シュルシュルシュル2個並びました。今度は1個分戻るので、ここ1個と2個の間ですね。今新しく来たビーズの最初のところに戻ってもう一回刺す。そして新しいビーズを持ってきて1個分気持ち遠めのビーズの通る道の真ん中を刺してあげる。そして1個分戻ってシュルッと。これはバックステッチと呼ばれるやり方です。1個刺して1個戻る、バックする。ちょっと遠めにやっておいた方が後で調整が効いたりね、結局バックステッチでちょっと戻るわけですから、その分の余裕をね持たせてあげてるって感じですね。キツキツにやるとね、どうしてもこっちからの圧力でグニャってなっちゃったりするので、ちょっと気持ち止めの方が綺麗に仕上がります。ここにねこれ入れたいんですよね。これは1ミリ大きいんですよ。今刺してきた5ミリのやつよりも1ミリ大きい6ミリだから、刺す位置もその分少し遠めになりますよね。大きさによって刺す位置は変わります。最後もう一周していきます。最後の1個止まったらもう1個ね、最初のビーズまで通しちゃいます。そして刺して1個戻る。そしてまた今度は2個いって1個戻る。そうしていくと1個ずつ進んでいきますのでね、2個を刺して1個戻る。こうやって2回ね縫うようにしてますね。止められました。で今回はねこの1周で終わりのデザインなので、次アクセサリーに仕上げるにはまず下地を切っていきます。切る時の注意点は、ハサミはまっすぐでビーズに沿わせるように、ギュッと内側に入っちゃうと糸が切れます。沿わせるようにして、回すのは作品の方、こっちをこう回していくって感じですね。あんまりね力
入れすぎなくて大丈夫です。ほら全然切れてない。余裕もありますよね。こうやって沿わせて、このね 5mm とか 6mm のやつはこのぐらい余裕が出ますけど、やっぱね丸小とか丸大の時は慎重に切っていただいた方がいいと思います。そしてここからアクセサリー何にするかっていう話なんですけど、ピアスとかにするんだったらポストピアス、これがね丸皿付き、こういうことになるんですね。ここに貼り付けて、でもこれだと不格好だからやっぱ裏地をつけるわけですよね。あとはイヤリングでも同じです。一般的なねじバネ式、これがこうなるわけですよ。こっちの方が分かりやすいかな。こうベタって貼ってるだけじゃなんか不格好だから裏地が必要になります。裏地はこのフェルト地を同じように切ってペタって貼ってもいいんですが、最近私は合皮を使ってます。こういう合皮とか余裕ある感じで切っていきます。ピアスバランス考えてブスッと、あとはここ接着剤でつけてちょっと縁塗って完成ですよ。じゃあイヤリングはだいたいここの根元あたりどこに来るかなって印をつけて、でそこにね切り込みを入れます。こっちからねブスッと入れます。イヤリングが入ってペタってくっつきますね。こんな感じ。あとはこれを接着して縁取ればイヤリングになります。こういうクッションがね別売りであったりして、これ入れるとクッションにもなるし、シリコンでね滑りづらいとか当たりが柔らかくてね、お子様でも痛くなくつけられたりするんですよ。これもリンク載ってますのでぜひ見てみてください。おすすめです。で貼り付けるとき私がよく使ってるのはセミダインスーパー X2 楊枝で塗り塗りします。で真ん中のところを中心に塗ってください。糸のところを塗ってあげると補強にもなるのでいいですね。この丸皿のところ、ここ塗り塗りして、これでドッキングです。でこの後ここを縫うんですね。で今すぐやるとベタベタになっちゃうので、今乾いたこのデザインで裏処理最後の縁取りまでやっていこうかなと思ってます。縁取りしていきます。裏地と同じような色を使うと目立ちにくいです。余分な糸は切ってください。ビーズとビーズの間、ここにねもう刺しちゃいます。ブスドゥルンドゥルンドゥルンドゥン、隠れる、隠しちゃう。そしてまっすぐこう下ろすと包まれますよね、裏地がね。でまた次隣にブスッといきます。このビーズのところにね糸がキュッてなって、でまた下ろせばパイ包みみたいになっていきます。まっすぐ刺してまっすぐ下ろす。刺し場所大丈夫かなってこう確認しながらやってあげるといいと思います。本当に私のオリジナルなので参考程度に。ビーズのところに糸がキュッてなるじゃないですか。だからねなんか揃いも良くなるような感じがしますね。ほら最後の処理なんですけど、ここで玉留めをするんですが、ちょっと余裕を持って玉留めをします。キュッキュッとぴっちりじゃなくて余裕を持たせて、それをグイーンって下に持ってくると玉留めが隠れます。またね隠しちゃう。で出ましたよね。ここを切ってもいいんだけど私はちょっと不安なので同じようなちょっと隣を刺して、でまた戻して同じようなところに戻してキュッ、これで完成。チュキッ、こんな感じになりました。とりあえずやってご自分のねやりやすいやり方を見つけていただければ幸いです。バイバーイ。レッツエンジョイハンドメイド。バイバイ。